皆さんこんにちは。卓球の用具テクノロジーを物理学、材料力学、そして最新の構造工学の視点から紐解いていく動画へようこそ。解説を担当するケンジです。アシスタントのみさきです。ケンジさん、今日のテーマは卓球界でも永遠のロマンと言われていて、多くのプレイヤーがその神秘的な打球感の虜になっている単板シングルプライブレードですよね。その通り。今回は卓球用単板ブレードにおける材料力学、構造特性および競技的な可能性の包括的研究分析レポートという極めて深い研究レポートをベースに、メーカーのカタログやベテランプレイヤーの経験談、主観的な感想だけでは語り尽くせない単板の真実を徹底的に徹底解説していきます。単板というと、伝統的なヒノキの分厚い角型ペンホルダーラケットというイメージをお持ちの方も多いと思います。でも実は材料力学や構造力学の視点から紐解いていくと、最新のカーボンラケットや多層合板ラケットとは全く違う未知の力学世界が広がっているんですよね。方向にまさにその通りなんだよ。多層合板ブレードが高分子接座基材によって各層が強固に固定された人工の複合構造体だとすれば、単板ブレードは自然が生み出したセルロース繊維と複雑な有機化合物の天然構造体そのものなんだ。見た目は一枚のシンプルな木板に過ぎないのに、内部ではミクロレベルの細胞構造や複雑な物理法則が渦巻いているわけですね。その通り。今回は王道である 10mm の極厚ヒノキ単板から最新の実験的な 6mm 超硬質木材単板まで、科学的な数値や力学公式、さらには音響心理学の効果まで交えながら、その打球感、音響効果、運動力学的な特性、そして実践での戦術的利点まで余すところなくお話ししていきます。卓球用具の深遠な奥深さにどっぷりと惹かれる内容になっていますので、視聴者様もぜひ最後までじっくりとお楽しみください。それじゃ早速行ってみましょう。それではケンジさん、各論の深い解説に入る前に、今回の分析レポートで明かされている最も重要な発見や全体像について、まずは要点を分かりやすく教えていただけますか？ OK。 このレポートには大きく分けて4つの衝撃的な発見と結論が提示されているんだ。これをあらかじめ頭に入れておくだけで単板の見方がガラリと変わるよ。4つの重要な発見、すごく気になりますね。まず1つ目は何でしょうか1つ目は接着層の負債に伴う振動の透明性と素手感だ。多層合板ラケットは層の間に存在する高分子接着剤がダンパーとして機能してしまい、大切な衝撃波動を吸収減衰させてしまう。でも単板にはその減衰層がないから、インパクトの瞬間、約 500Hz から 2000Hz の高周波振動や低周波の曲げ振動がダイレクトに手元へ伝わるんだ。なるほど。接着剤という邪魔者がいないからこそ、ボールが当たった位置や力の伝わり方がまるで素手で直接ボールを触っているかのように正確に手に伝わってくるんですね。その通り。そして2つ目の発見は、スイートスポットのトポロジーと直交違法性、オーソトロピックアニソトロピーだ。合板は木目を交互に交差させることで均一な反力を作るけれど、単板は補強がないから、縦方向の合成に比べて横方向の合成が15分の1から20分の1にまで急激に低下する。その結果、スイートスポットの形状が極端に細長い縦楕円形になるんだ。15分の1から12、横方向の合成がそんなに低いなんて衝撃的です。打点が左右にぶれた時の挙動も合板とは根本的に違ってきそうですね。そうなんだよ。横に外れると強烈な構造的ねじれが発生するんだ。そして3つ目の発見が今回の分析で最もエキサイティングな論点である板厚の力学とパラドックスだ。針の曲げ合成公式に従うと 10mm の単板に対して 6mm の単板はわずか 21.6% の曲げ合成しか持たない。厚みが6割になるだけで合成は2割ちょっとまで落ちてしまうんですか？三乗の法則って恐ろしいですね。そう。この構造的合成不足が 6mm 看板のパワーロス問題を引き起こすという否定論がある一方で、ブラックオールナットのような超硬質広葉樹を 6mm で使うと、表面でラバーを強く押しつぶすアンビル効果、カナダコ効果と、ブレード全体が弓なりになるマクロな全体変形がタイムラグをもって融合し、強烈な二段階力学を生み出すという発見がされているんだ。硬い表面でボールを弾きつつ、全体が弓のように大きくしなるという二重構造ですね。そして4つ目の発見は何でしょうか4つ目は音響心理学的な欺瞞効果、サイコアクースティックデセプションとオフセンター時の不規則スピンだ。硬質単板が発生させる 1400Hz 以上の高い金属的打球音は、対戦相手の脳に実際の速度以上の高速球が来たと錯覚させる。
さらにオフセンターヒット時の微小なねじれが球軌道に不規則な揺らぎを生んで相手の打球ミスを誘導するんだよ。音で相手の脳を錯覚させてプレで軌道を変化させるなんてまさに科学的な暗記ですね。ここから先はこうした驚きの発見について一つずつ詳細に紐解いていきましょう。音で相手の脳を錯覚させてブレで軌道を変化させるなんてまさに科学的な暗記ですね。ここから先はこうした驚きの発見について一つずつ詳細に紐解いていきましょう。さあ、ここからは具体的な各論に入っていきます。まずは単板ブレードの根本的な構造の本質についてです。一般的な合板ラケットや特殊素材ラケットと何が一番違うのか、改めて材料力学の視点から解説していただけますか？一番の根本的な違いはズバリ高分子接着剤による層グルーラインがブレード内部に一切存在しないということなんだ。一般的な5枚合板や7枚合板、あるいはカーボンやアライメント素材が入ったラケットって薄い木片や特殊素材のシートを何層も強力な接着剤で貼り合わせて作られていますよね。そうだね。多層合板ブレードにおいては各層を強固に一体化させるためにエポキシ系やポリウレタン系なども高分子接着剤が使われている。この接着剤が乾燥して硬化した薄膜をグルーラインと呼ぶんだけど、これがブレード全体の力学体系を大きく歪めてしまうんだ。木材そのものの性質だけじゃなくて、層と層の間に挟まっている接着剤の膜が物理的な挙動にダイレクトな影響を及ぼしているんですね。その通り。物理学的に言うと、グルーラインは打球時に発生する衝撃波や振動の伝達においてインピーダンスの不連続面として機能してしまうんだ。わかりやすく言えば、波動のスムーズな流れをブロックしたり和らげたりする防音壁や衝撃ダンパーの役割を果たしてしまうんだよ。なるほど。合板ラケットだとインパクトの瞬間に生まれた衝撃の波が接着剤の壁に当たるたびに反射されたり吸収されたりして弱まってしまうわけですね。そうなんだ。その結果、手元に届く感覚はマイルドで扱いやすくなる反面、打球情報の純度は落ちてしまう。一方で単板構造は丸太から直接切り出された完全な単一構造体だ。内部にインピーダンスの不連続面が一切存在しない。だから打球時の力学的挙動や衝撃波の走り方が多層合板とは根本的に異なる力学体系を描くことになるんだよ。途中で遮るものが何もないピュアな一枚の木材だからこそ生み出される独自の物理世界が存在するんですね。接着層が存在しないことによる具体的なメリットとして、レポートの中では振動の透明性という非常に印象的な言葉が登場しますね。そうなんだ。振動の透明性というのは単板ブレードにおける最大の官能的生理的特徴と言ってもいい。具体的にお聞きしたいのですが、ボールがラケットに当たった瞬間、手元には一体どのような振動が伝わってきているのでしょうか。ボールがラバー及び木材に衝突した瞬間、ミクロレベルで非常に多様な波動が発生する。周波数でいうと約 500Hz から 2000Hz という非常に高い高周波振動。そしてブレード全体が大きく揺れる低周波の曲げ振動だね。 500Hz から 2000Hz、 かなりの高周波ですね。一般的な合板ラケットだとこの高周波振動はどうなってしまうんですか？多層合板だとさっき説明した高分子接着剤のグルーラインがダンパーになってこの高周波振動の大部分を減衰吸収してしまうんだ。でも単板ブレードは高分子接着剤による減衰を挟まないから高周波振動が木材のセルロース繊維に沿ってグリップ方向へ直線的かつ高速に伝達される。途中でエネルギーを奪われることなく、まっすぐ手の中にダイレクトに届くわけですね。そう、レポートではこの伝達特性を素手でボールに触れているかのような直感的なフィードバック、ベアハンドフィールと表現しているんだ。ベアハンドフィール、素手感ですか。手袋をはめてボールを触るのと素手でダイレクトに触る違いくらいの差があるということでしょうか。時にその例えが完璧だね。ボールがブレードのどの位置に当たったのかというミリ単位の打点の偏りや、インパクトの瞬間にどれくらいのエネルギーがボールに伝わったのかという微細な感覚が情報伝達のロスなしに純度 100% でプレイヤーの手指神経系にフィードバックされる。これが単板の持つ振動の透明性の正体なんだよ。ここまでの話を聞いていると、単板ってまさに理想的な完璧な構造に思えてくるのですが、レポートを読むと木材特有の力学的な弱点や構造的限界についても非常に厳しく分析されていますよね。よく気づいたね、美咲ちゃん。ここが材料力学的に最も興味深くかつ難しいところなんだ。キーワードは直交違法性だよ。直交違法性、少し専門的な言葉ですね。
どういう意味を持つ物理特性なんですか？方向によって物理的な性質が全く異なるという木材の本質的な特性のことなんだ。木材は樹木として成長する縦方向には驚くほど強いんだけど、それに直行する横方向には極端に弱いという性質を持っている。確かに、日常でも薪割りをするときに木木目に沿って斧を振るとパカーンときれいに割れますけれど、木木目を断ち切る横方向にはなかなか割れないですもんね。まさにその現象だね。数値で見るとさらに衝撃的で、木材の繊維方向、縦方向の合成や弾性率はものすごく高いのに、繊維に直行する方向、横方向の合成は縦方向の約15分の1から20分の1まで急激に低下してしまうんだ。15分の1から20分の1ですか。そんなに縦と横で強度差があるなんて想像以上です。そうなんだよ。普通の多層合板ラケットはこの弱点を解消するために、隣り合う層の木目を90度交差させて貼り合わせるクロスプライ構造を採用している。縦横縦横と交互に重ねることで、面全体の合成を均一に近づけて補強しているんだね。合板はクロスプライ構造で横方向の弱さを人工的に補っているんですね。でも単板には補強してくれる他の層がありません。そう。補強構造を持たない単板ブレードでは、木材の持つ直行違法性が補正されずに、ダイレクトに打球特性として露出してしまう。縦方向の曲げには強いものの、ねじれに対する強さや横方向の曲げ抵抗が著しく低いという構造的限界を抱えることになるんだ。木材の直行違法性がそのまま出ちゃうとなると、ラケットの有効打球範囲であるスイートスポットの形状や性質にも大きな影響が出てきますよね。その通り。レポートではスイートスポットの気学学的形状、つまりトポロジーについて合板と単板を比較した明確な分析がされているよ。合板ブレードと単板ブレードでスイートスポットの形はどう違うんですか？合板ブレードはクロスプライ構造によって面全体の合成が均一化されているから、スイートスポットの形状は広範囲な円形から正楕円形になる。ラケット面の中心から多少上下左右にずれてヒットしても、比較的安定した反発力と打球感が得られるんだ。丸くて広いスイートスポットだから、ちょっとくらい左右に打点がぶれてもラケットがカバーしてくれるわけですね。じゃあ単板ブレードは？単板ブレードのスイートスポットは細長い縦楕円形という非常に特殊でシビアな形になるんだ。縦楕円形。縦には長いクリド、横方向にはすごく狭いということですか？そういうこと。縦方向には繊維が一本一本つながっているから高い合成と反発力が維持されるんだけど、横方向は合成が15分の1から20分の1に落ち込んでいるから左右の有効打球範囲が極端に狭くなってしまうんだ。なるほど。単板ラケットって昔からボールを縦のライン上で正確に捉えないと飛ばないと言われていますが、それは感覚だけじゃなくスイートスポットのトポロジーという物理的な根拠があったんですね。まさにその通り。見た目や感覚的な印象だけでなく、スイートスポットの形そのものだ。構造力学的に縦へ細長くなっているんだよ。もし単板ブレードを使っていて、スイートスポットから横方向に打撃点が外れてしまったら、いわゆるオフセンターヒットをしたとき、物理的には一体何が起こっているんでしょうか？ここが単板ブレードを使いこなす上での最大のハードルであり、難所と言えるポイントだね。左右に打点がわずかでも外れると、ブレード全体に激しい構造的ねじれが発生するんだ。横方向のねじれ合成が極端に低いから、ボールが当たった瞬間にラケット面がぐにゃっとねじれてしまうんですね。そう。合板ブレードならクロスプライ構造が面ブレを抑えてエネルギーロスを防いでくれるんだけど、単板ブレードの場合は面が大きくねじれることで、プレイヤーがスイングで伝えたかった運動エネルギーがねじれ運動に変換されて散逸してしまうんだ。パワーがボールの推進力にならずに、ラケットをねじれさせる無駄なエネルギーとして逃げてしまうわけですね。その結果、ボールのスピードや回転量が急激に低下するパワーロス現象が起きる。それだけじゃなくて、ラケット面が瞬間的に予想外の方向へ傾くから、コントロールを維持するのが極めて困難になってしまうんが。だから単板を使うプレイヤーには常にラケットの縦の軸線上でボールを正確に捉え続ける高度な打点精度とスイングの安定性が求められるんですね。その通り。単板は扱いが難しい、打点がシビアだと言われる物理的実態は、このオフセンターヒット時におけるねじれ合成の低さとエネルギー散逸にあるんだよ。ここからは単板ブレードに使われる樹種ごとの物理特性についての分析に入っていきましょう。
単板は積層による補正ができない分、選んだ木木材の物性が 100% ラケットの性能になりますもんね。その通り。まずは単板ブレードの最高峰として君臨する伝統的な基礎ヒノキから見ていこう。ヒノキですね。レポートに掲載されている具体的な物性データを教えていただけますか？基礎ヒノキの基幹密度は約 0.45g パー立方センチメートル。ヤンカタ高度は約380から450ポンドという値を示している。分類としては針葉樹に属するね。基幹密度 0.45 にヤンカ角度380から450リブピーフです。この数値は物理的にどういう意味を持つんですか？針葉樹であるヒノキは密度が低くて比較的軟質な木材なんだ。でも単に柔らかいだけじゃない。緻密な年輪と豊富な精油成分を持っていて、ミクロレベルでの細胞空撃率が高い。だから衝撃を受けた時に細胞壁がクッションのようにミクロに変形するんだよ。細胞がミクロに変形してボールを優しく包み込んでくれるんですね。そう、これをレポートでは非線形な弾性挙動と呼んでいる。軽打の時にはボールを吸収して深いコントロールをもたらし、強く叩いた強打の時には蓄えた高いエネルギーを一気に放出して強力な初速を生み出す。弱い打撃と強い打撃で挙動がいい意味で変化するんですね。だから 9.0mm から 10.5mm という極圧設計が昔から好まれるんですか？その通り。密度が約 0.45 と非常に軽いから 10mm 前後の厚さに設計しても触れる重量に収まる。厚みによるブレード全体の構造的合成と素材自体の柔らかさによる深い玉持ちを完璧に両立できるのが基礎ヒノの凄さなんだよ。続いて紹介されている針葉樹はウエスタンレッドシーダーですね。そう、北北名産のウエスタンレッドシーダー、またはポートオールフォードシーダーだね。こちらの物理データや特徴はどのようになっているのでしょうか？基幹密度は約 0.37g パーセンチメートル3乗、ヤンカ角度は約 350lbf だ。さっき紹介した基礎ヒナと比べてもさらに軽量で軟質な針葉樹に分類されるね。密度 0.37g パーセンチメートル立方って木材の中でもかなり軽い部類に入りますね。打球感や挙動にはどんな影響が出るんですか？ウエスタンレッドシーダーは非常に軽量で直進性の高い綺麗な正目を持っているのが特徴なんだ。ヒノキに近い柔軟な粘り強さがあるんだけど、密度がさらに低い分、より一層打球音の強調と柔らかい打球感が得られるんだよ。適合板圧としてはヒノキと同じように 9.0mm から 10.0mm が推奨されていますね。そうだね。超軽量だから 10mm 圧に設計してもラケット全体が重くなりすぎない。ソフトなフィーリングでボールをしっかり保持しつつ、手に伝わる心地よい振動と体育館に響き渡るような高い打球音を楽しみたいプレイヤーに最適な樹脂と言えるね。出たね。ここからが現代のプラスチックボール環境に対応するために注目されている広葉樹系単板の分析だ。針葉樹とは全く性質が異なるからじっくり解説していくよ。ブラックウォルナットの数値、ヒノキと比べてどうなっていますか？基幹密度は 0.60 から 0.66g パーセンチメートル3乗。そしてヤンカ高度はなんと約1010リダルバンパだ。ヤンカ高度1010ポンド？ヒノキが380から450ポンドでしたから、なんと2倍以上に硬いってことですか？そうなんだよ。極めて高密度で堅牢な無質構造を持っている。この圧倒的な硬度を持つオルナットを単板ブレードとして例えば 6.0mm という薄さで採用するととんでもない物理現象が起きる。それがアンビル効果だ。アンビル効果。金床って鍛冶屋さんが厚い金属をカンカン叩くときに下に置く硬い台のことですよね。まさにその通り。ボールが衝突した瞬間、ブレードの表面が硬すぎて全くへこまない。だからラケットの表面が小たる合体として機能して、ボールの衝撃エネルギーをすべてラバーのスポンジ層に集中させ、スポンジを強制的に極限まで押しつぶすんだ。ラケット表面が変形しない分、ラバーのスポンジがギュッと限界まで圧縮されるわけですね。そう。それによってラバーが持つ本来の反発力や回転性能を極限まで引き出して、鋭い球離れと強烈な初速を生み出す。ヒノキのように木材側でボールを包み込むのではなく、表面の硬さでラバーを極限まで押しつぶして弾き出す。これがブラックウォルナット単板が持つアンビル効果の正体なんだよ。そして樹種別分析の4つ目、なんだかすごく高貴で珍しい名前の木材が出てきました。金糸南木ですか？そう、中国原産の非常に希少な最高級木材、金糸南木だね。古代の皇室建築や高級調度品にも使われていたという伝説の木材なんだ。
近視南北、名前からして神聖な感じがしますね。こちらの物理データはどうなっていますか？気管密度は 0.55 から 0.62g パーセンチメートル3乗。ヤン化高度は約650から 750lbf になっている。ボルナットほどガチガチに硬いわけではなく、適度な高度と高密度を持つ広葉樹だね。この近視南北の最大の秘密はどこにあるんでしょうか？単なる広葉樹とは何が違うんですか？この木の細胞組織内には、なんとテルペノイド系樹脂やシリカ微結晶が天然の状態で豊富に含まれているんだ。木の中に天然の樹脂や微小な結晶が入っているんですか？そうなんだよ。単一の木材でありながら、細胞レベルで高い粘弾性と内部減衰特性を兼ね備えている。弱く打った時には衝撃を熱エネルギーとして緩和吸収して高いコントロール力を発揮するんだけど、強打した時には内部の結晶や樹脂構造がエネルギーを保持して驚くべき挙動を見せる。どんな驚くべき挙動なんですか？ボールの保持時間をなんと約 15% も延長させながら、バウンド後にボールが沈み込まずに急速に伸びていく。レポートではこの得意な弧線を生み出す性能を黄金弾性と呼んでいるんだ。ボールを 15% も長く抱え込めるのに、相手コートでバウンドした後にビューンと加速して伸びていくなんて、まさに夢のような特殊素材入りの天然木ですね。適合圧達も 6.0mm から 8.0mm と設計しやすく、衝撃吸収とバウンド後の威力を高次元で融合させた奇跡的な樹種なんだよ。さてケンジさん、ここからは単板ブレードの性能を決定づける最も重要な物理変数である板圧についての議論に入ります。よし、ここが材料力学のクライマックスの一つだね。まず絶対に覚えておきたい物理公式がある。針や板の曲げ合成の計算式だ。曲げ合成 D はヤング率 E と板圧 H の3乗に比例するんだ。厚みの H が3乗になっていますよ。そうなんだ。曲げ合成は板の厚みの3乗に比例して大きく変化するんだ。3乗ということは、厚みが少し変わるだけで曲げ合成は劇的に変わってしまうということですか？まさにその通り。レポートに掲載されている相対曲げ合成比のデータを見てみよう。基準となる 10.0mm 圧の単板の曲げ合成を 100.0% とすると 9.0mm 圧で 72.9%、 そして 6.0mm 圧ではわずか 21.6% にまで低下する。10ミリから6ミリへ厚みを4割減らしただけで曲げ合成は 21.6%、つまり8割近くも失われてしまうんですか？そうなんだよ。 0.6 の3乗は 0.216、つまり 21.6% だね。このわずか 21.6% しか合成がないという物理的数値が 6mm 圧単板において科学者や開発者の間で激しい理論対立を生む根源になっているんだ。わずか 21.6% の合成しか残らない6ミリ単板について否定的な立場を取る力学研究者の方々からは具体的にどんな指摘がされているんでしょうか？材料力学の原理を厳密に適用する立場からは、多相合反のような交差補強がない単板で厚みを 6mm まで薄くすることは構造的破綻を招くと強い警鐘が鳴らされているんだ。具体的にはどんな物理的トラブルが起きてしまうんですか？強打した時にブレード全体が衝撃に耐えきれず、大きく歪んで座屈に似た構造的頼りなさが発生してしまうんだ。卓球のボールがラバーに当たって離れるまでの接触サイクルはわずか約1000分の1秒と言われている。1000分の1秒、一瞬の出来事ですね。そう。でも 6mm の薄い単板だと強打で大きくなったブレードの歪みが元に戻る復元速度が遅すぎて1000分の1秒のボール離脱タイミングに間に合わないんだ。ボールがもう飛んでいってしまった後にラケットが遅れて戻ってくる感じですか？まさにそれ。スイングエネルギーがブレードの過剰な変形に吸収されて奪われてしまい、打ったボールが失速して相手コートで伸びないパワーロス現象が起きてしまう。さらに横方向の合成もなさすぎるから、オフセンターヒット時のねじれが制御不能になって競技用ラケットとしての安定性が欠如するという厳しい見解だね。でもケンジさん、レポートを読むと6ミリ圧単板には素晴らしい可能性もあるという全く逆の肯定的な分析も書かれていますよね。そこなんだよ。ここがこの研究レポートの一番ドラマチックで魅力的な発見なんだ。条件がある。それはブラックウォルナットのような高高度な疲労油脂を6ミリ圧単板にするということだ。ガチガチに硬い木材で6ミリの薄い単板を作ると一体何が起きるんですか？2段階力学構造という夢のようなメカニズムが完成するんだ。2段階力学構造、
順番に教えてください。第一段階としてインパクトの瞬間、ウォルナットの高い塩化硬度によってブレード表面がびくともせず、ミクロな視点でアンビル効果が働いてラバーのスポンジを強力に潰す。これによって鋭い玉離れと強烈な回転がかかり、まず表面の硬さでラバーを潰して初速と回転を作る。これが第一段階ですね。そして第二段階、インパクトの最大荷重がかかった瞬間、今度は6ミリという薄さゆえにブレード全体が弓なりにしなるマクロな全体変形が発生するんだ。表面はカチカチなのにラケット全体としては大きくしなる。そう、ミクロな表面の硬さによる鋭い玉離れと、マクロな構造全体のしなりによる圧倒的なボールのためが時間差で完璧に融合する。これによって合板では絶対に到達できない鋭い反発力と凄まじい回転のための両立が果たされるんだよ。局所的な硬さと全体的なしなりがタイムラグを持って同時に機能するなんて、まさに2段階ロケットみたいで感動的です。ここまでは物理的な力学のお話でしたが、単板ブレードには心理的、音響的な凄さもあるそうですね。そうなんだ。レポートでは音響心理学的な欺瞞効果という心理戦における強力なアドバンテージが分析されているよ。音響心理学的なあざまし効果、騙しの効果ということですか？そう、硬質な単板ブレードでボールを強打すると、周波数 1400Hz 以上の極めて鋭く高い金属的な打球音が発生するんだ。課金という高い快音ですね。それがどうして相手を騙すことになるんですか？人間の脳と聴覚には高い音イコール速度が速い物体と無意識に関連づけて認識する心理特性があるんだ。だから 1400Hz 以上の高音を聞いた対戦相手は実際のボールの物理速度以上に速い球が来たと脳内で錯覚してしまうんだよ。脳が音に騙されて実際よりも速いスピードだと勘違いしてしまうんだ。そう、その結果相手の反応速度や体感タイミングが狂わされて、ブロックの面作りが遅れたりオーバーミスを連発したりする。目に見えるスピードだけじゃなく、耳から入る音で相手の脳を直接攻撃しているわけだね。すごい。さらにオフセンターヒットした時の微小なねじれもボールに不規則な揺らぎやサイドスピンを与えるから、相手の経験的な予測を狂わせる効果があるんですよね。まさにダブルの心理的トラップだね。直線的な軌道しか予測していない熟練プレイヤーほど、この音の錯覚と不規則な揺らぎにはまってしまうんだ。単板ブレードの素晴らしい魅力をたくさん聞いてきましたが、購入したり使ったりする上での現実的なリスクや課題についてもレポート通りに確認しておきましょう。ここはしっかりと知っておくべき現実的な問題だね。最大のリスクは非開性、つまり木目に沿った割れやすさだ。合板と違って縦と横で補強し合っていないから、卓球台の角にちょっとバチュンとぶつけただけでパカーンと割れてしまう危険があるんですよね。特に 6mm 厚の薄型単板だと、その構造的脆弱性はかなり深刻だね。さらに天然の木1枚だけでできているから、梅雨の湿気や冬の乾燥といった環境の変化を受けてブレード全体が曲がってしまう反りが発生しやすい。気候によってラケットが反ってしまうのは痛いですね。個体差も大きそうです。製造面でも大変なんだ。6ミリという薄さで欠陥や節が一切ない最高品質の正目材を切り出すぶどまりは極めて低い。さらに木材の歪みを防ぐために何年もかけて乾燥させるシーズニング工程が不可欠だから、量産性が低くて価格も高くなってしまうんだよ。よし、まずは攻撃のようであるスマッシュとドライブから見ていこう。スマッシュでの動的挙動。10ミリヒノキ単板は木材のミクロな食い込みと10ミリの厚みが重厚なスピードと力強い弾きを生み出す。6ミリウォルナット単板はアンビル効果によりラバーを完全に潰し、圧倒的な貫通力と最速の初速を発揮する。6ミリ近視な雲木単板は衝撃を受け止めてから内部組織が鋭く押し出す独特の加速感を見せる。ウォルナットのスマッシュはまさに金床で叩いたような貫通力が出そうですね。ではドライブはどうでしょうか。ドライブでの動的挙動。10ミリヒノキ単板を厚みによる復元力と豊かな球持ちで安定した深い弧線を描く。6ミリウォルナット単板は板が逃げずにラバーに強い先断力をかけるため最大回転量を生み出す。6ミリ金砂木単板は 15% 延長された滞留時間により高い弧線と強烈な回転量を両立させる。ドライブにおいては6ミリウォルナットがラバーに強い先断力をかけて強烈な回転を作り、金砂木は滞留時間の長さでボールを深く抱え込んで強烈な回転をかけるんですね。
続いては守備や台上の細かい技術であるストップとブロックカウンター、そしてラケットの重量についてですね。 OK。 ストップでの動的挙動。10ミリヒノキは厚みがあるため強打防止の微調整が必要だが打感良好。6ミリウォルナットはデッドスポットを活用しネット際に短く止める。6ミリ禁止砂模キは粘弾性組織が吸熱減衰しボールが吸い付くように短く止まる。ブロックカウンター。10ミリヒノキは厚み自体が壁となり安定返球。6ミリウォルナットは角度調整で高速返球。6ミリ禁止砂模キは球威を自動減衰させコースをつく制御力を発揮する。禁止難簿機のストップ、吸い付くように止まるなんて退場技術がすごくやりやすそうです。そしてこれらの運動特性を決定づける隠れた試薬が重量パラメータなんですね。その通り。レポートによると 6mm 単板ブレードにおいて総重量が 88g 前後に調整された個体がしなりと反発力のバランスが最も最適化されて理想的だとされている。逆に 94g を超える重い個体だと面の安定性は最高になるが切り替え動作で遅れが出て疲労の原因になるんだよ。ケンジさん、ここまで単板ブレードのあらゆる角度からの分析を見てきましたが本当に奥が深かったですね。ここで一度単板ブレードの本質についてまとめていただけますか？現代の卓球市場はカーボンや多層合板といった工業化規格化された人工ギアが主流になっているよね。はい。ブレがなくて均一で扱いやすいラケットがたくさん作られています。その中で単板ブレードというのは単なる古臭いラケットではなく純粋な素材特性に特化した対話型ギアとして唯一無二の確固たる独自性を保有しているんだ。対話型ギア、プレイヤーの技術や感覚と用具がダイレクトに対話するということですね。そう、10ミリの伝統的ヒノキ単板は体積によって曲げ合成を担保しながらミクロな柔軟性でボールを包み込む完成された構造体だし、6ミリの高高度広い樹単板はアンビル効果とマクロなしなりを融合させた未知の2段階力学体系を提示してくれている。自分のスイングの出来不出来や打点の正確さがそのままストレートにボールの質として返ってくる。だからこそ今でも多くのプレイヤーを魅了してやまないんですね。さあ、いよいよ最後のパートになりました。単板ブレードのこれからの未来、将来的展望について、ケンジさん結論をお願いします。はい。単板ブレードが抱える最大の弱点である割れやすさや湿気による反りを克服するために、今後は禁止難模機のような希少木材の粘弾性構造の解明が進むとともに、最新の高度な熱湿度処理技術が適用されていくと期待されているんだ。木材をあらかじめ熱や湿度で科学的にトリートメントして反りにくく割れにくい最強の単板を作るわけですね。その通り。単板ブレードは単なる物理的な弾性体にとどまらずプレイヤーの打撃技術やインパクト精度をダイレクトに反映し共に成長していく究極の用具形態なんだ。方向にまさにその通り。今回のレポートを通じて単板ブレードの持つ真の魅力と力学体系を感じ取っていただけたら嬉しいです。それでは本日の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。